どうも、単独歩行者です。ただいま、タクシーが自然に信号無視していきましたね。私もつられてハンドルを握ってしまいましたよ。まあ、自動車やバイクに乗っていると、大なり小なり違反をしてしまう瞬間はあると思いますが、今日はそんな交通違反について雑談してみたいと思います。私は全く違反をしていないとは言えないのですが、比較的長い間ゴールド免許を所持しています。というのも、こういった動画を撮っている以上、ある程度お手本になるような運転を心がけていることと、そもそも年を取ると、むやみにスピードを出して急ぐことがなくなるからですね。とはいえ、疲れてぼーっとしている時に、直進の矢印信号で左折してしまったこともあるので、気を引き締めていかなければなりませんね。先日、ループの利用者が信号無視で連続取り締まりを受ける動画が話題になりましたが、ここからはついついやりがちな交通違反について、その内容を掘り下げてみたいと思います。まずは信号無視についてですが、一般的に赤は止まれ、黄は注意、青は進めという印象があります。しかし実際には赤と黄は止まれ、青は進んでもよいとなります。特に黄色信号で渡って捕まるケースが多いですが、バイクの場合、反則金は7000円、違反点数は2点です。当たり前の話ですが、私が失敗した矢印信号も指定された方向以外に進むと信号無視になります。直進と左折の矢印が同時に出ることが多いですが、直進の矢印しか出ていない場合に左折すると、当然ながら信号無視となるため注意が必要です。次はスピード違反です。違反速度によって罰則は異なりますが、20km 毎時未満の超過であれば、反則金は9000円から12000円、違反点数は1点となります。その他、超過速度に応じた反則金と違反点数が設定されていますが、一般道で 30km 毎時以上、高速道路で 40km 毎時以上の超過になると、重大な違反となり、反則金ではなく罰金が課されるため注意が必要です。余談ですが、反則金は行政処分のため前科はつきませんが、罰金は刑事処分となり前科がつきます。違反点数も最大で12点となり、一発で免停になってしまうため、くれぐれもスピードの出しすぎには注意してください。次に、ついついやってしまいがちな違反が路上駐車です。当然ながら、これは車だけでなくバイクにも適用されます。路上駐車にはいくつかのケースがあり、駐停車違反と放置駐車違反に分けられます。駐停車違反は運転者が車両の近くにいる場合、放置駐車違反は運転者がその場にいない場合に適用されます。駐停車違反の場合、駐停車禁止場所に止めると反則金は7000円、違反点数は2点、駐車禁止場所に止めると反則金は6000円、違反点数は1点となります。放置駐車違反の場合は、駐停車禁止場所に止めると反則金は1万円、違反点数は3点、駐車禁止場所に止めると反則金は9000円、違反点数は2点となります。こうしてみると、スピード違反と同じくらいの金額や点数になるため、少しだけのつもりでも取り締まりに遭うと手痛い出費になりそうですね。次は一時停止違反です。こちらもついつい見落としがちな違反ですが、止まれの標識がある場所で停止しなかった場合、反則金は6000円、違反点数は2点となります。また、踏切で停止しなかった場合の踏切不停止違反は、反則金が7000円、違反点数は2点となります。最後に、我々を悩ませる二輪車通行禁止違反ですが、こちらの反則金は6000円、原付は5000円、違反点数は2点となります。東京には新橋地下自動車道のように、すべてのバイクが通行禁止となっている道路もあるため、十分注意が必要です。と、本日はこんな感じで、ついついやってしまいがちな違反の反則金と違反点数についてお話ししました。いろいろ調べてみて驚いたのは、ヘルメット着用義務違反には反則金がないということです。ヘルメットをつけていない人はほとんど見かけないので、まあ、そんなものかという感じですね。
他にもついついやってしまいがちな違反があれば、ぜひコメントでワイワイ書いてください。改めて気をつけようと思った方は、ぜひいいねを押してください。反則金が怖くてバイクに乗れるかと思った違反上等な人も、いいね、いっちゃってください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。